こんにちは、エマです。久しぶりの Vlog 動画を撮ってます。そうですね、最初の Vlog 動画で、アイルランドワーホリの Vlog 挑戦しますみたいな感じだったんですけど、これまだ3本目ぐらいなんですね。で、もう私11ヶ月くらいこっちにいるんですよ。で、残り1ヶ月くらいしかないので、11ヶ月間こっちにいて、どうだったかっていうまとめ動画にしようと思ってるので、3本目にして、これが最後の、アイルランドワーホリ動画になるかなと思います。で、思ったより更新できなかったですね。もっとちゃんといろいろやりたかったんですけど、自分の記録にもなるし、誰かの参考になったらいいな、みたいな感じで、Vlog 動画始めたので、結局3本ぐらいしか出せなかったですけど、何かしら参考になったら嬉しいです。はい。で、めちゃめちゃ激安マイクみたいなやつをちょっと用意してみたんですけど、どうでしょう。あとね、全然関係ないけど、この帽子ね、めちゃくちゃ可愛いんですけどね、なんか似合ってないですよね、私に。色が合ってないのか、大きさが合ってないのか、どっちですか？軽く自己紹介をさせてもらいたいと思います。このチャンネルはですね、もともと私が歌ってみた動画を投稿したくて作ったチャンネルなんですね。で、去年の8月からアイルランドでワーホリを始めたので、せっかくならそのワーホリの様子もYouTube にできたらいいなと思って、Vlog も挑戦し始めたっていう感じです。まだ3本目ぐらいなんですけどね。はい。という感じで、今回の動画では、ワーホリに関して、アイルランドワーホリのまとめっていう感じで、撮っています。じゃあ、早速、話していきたいんですけど、まとめてきました。まとめてきました。今回話したいことっていうのは、ワーホリのまとめとしての話なので、まず、アイルランドワーホリ来てよかったなって思ったことと、大変だったことと、自分の中で変化したことと、最後に今後の目標についてお話ししたいと思います。はい。まず良かったことについて。まず良かったことは一つ目、夢が叶ったっていうことです。はい。私ずっと学生の時からですね、いつか海外に住んでみたいなーっていうのがあって、年単位でね、住んでみたいなっていうのがあったんですよ。はい。学生の時1ヶ月間だけね、カナダの方に語学留学行ったんですけど、1ヶ月じゃ、長めの旅行っていう感じで、全然、文化とかね、全然理解できなかったなっていうのがあったので、年単位で、日本以外のどこか海外に住んでみたいなっていうのが夢としてずっとあったんですよ。はい。で、それが叶ったっていうのが、まず一つ目というか、一番良かったことですね。私にとっては。はい。です。はい。で、二つ目は、いろんな国の友達ができたっていうことです。最初の3ヶ月間、語学学校に通ってたんですけど、そこでですね、クラスが結構、日本人もいたんですけど、いろんな国の人がいたので、いろんな友達ができました。はい。で、私が一番仲良くなったのはスパニッシュの子ですね。はい。その子と、仲良くなっていろんなところに一緒に出かけたりとか、あと、メキシカンの子とも仲良くなって、その子ともいろいろ、一緒にお出かけしたりしました。そんな風にね、語学学校でもいろいろ友達できたし、あと、カフェで働いてるんですけれども、そこでもね、アイリッシュはいないんですよ、うちの店舗には。はい。現地の人いなくて、もう全員外国人っていう感じですね。で、同僚もだから、いろんな国籍の人がいるので、いろんな人たちと出会って、一緒にご飯行ったり、一緒に遊びに行ったり、
する友達ができて、それが良かったなっていうふうに思います。あと3つ目。3つ目は、もうこれもめちゃくちゃ私にとっても本当に良かったんですけど、アイルランド国内だけじゃなくて、いろんなヨーロッパの国々にすぐに旅行に行けるっていうことです。はい。で、そうですね、ヨーロッパの国々がやっぱり近いので、飛行機でね、2、3時間くらい乗ってれば、すぐ別の国に行けるんですよ。はい。なので、仕事が2日休み、3日休みとかあったりするので、2日3日あればね、旅行に行けちゃうので、2時間、3時間あれば他の国行けちゃうので、もうそれで2日休みでも十分楽しめるっていうくらいですね。すぐに旅行に行けるっていうのが本当に良かったです。もともと海外旅行が大好きなので、国内も好きですけどね。日本国内の旅行も好きですけど、海外旅行が本当にもともと大好きなので、これは、本当にありがたかったです。はい。でね、ヨーロッパの国ってやっぱり日本から行こうってなると、20時間近くかかったりね、とか、飛行機の航空券とかも結構高いじゃないですか。でね、せっかく日本からヨーロッパ旅行するなら、5日とかね、1週間くらいは休み取って行きたいなっていう感じになると思うんですけど、アイルランドに住んでたらもうすぐ行けちゃうんで、もうなんかすごいお得な感じがしてました。飛行機もね、安いし、もう1万円もしないで買える航空券とかもあったりするし、そう。それがね、すごく良かったし、もうありがたかったです。私には。はい。アイルランド国内の旅行もね、いろいろ行きました。いろんな都市に行きましたね。で、私はダブリンに住んでるんですけれども、首都のダブリンですね。4大都市って言われてるのが、コーク、リムリック、ゴールウェイ。で、ここのダブリンですね。もう全部行ったし、その他にもね、いろいろ素晴らしいところいっぱいあります。北アイルランドとかもね、見どころあるし、あとキルケニーとか、ウィックローとか、ブレイとか、ブレイっていうなんか海のところがあるんですけどね、そことか本当に綺麗でした。はい。あと、ホースね。ホースは、ダブリンからでも、電車に乗って、ダートっていうね、電車に乗ってすぐ行けるので、めちゃくちゃいいですね。はい。めちゃくちゃ良かったです。そういう旅行とかもね、できるし。はい。っていうことでした。で、次が4つ目。前よりも英語がスラスラ話せるようになったっていうことです。そりゃそうですよねっていうことなんですけど、ほぼ1年ぐらいね、アイルランドに住んでるので、もう英語で話すのが必須なわけですよ。はい。学校に通ってた時もそうだし、職場でもそうだし、街中でもそうだし、完全に英語じゃないと通じないですよね。はい。なので、前だったら、一回、これが言いたいっていうのを日本語で考えて、それを訳して英語で言うっていうのが、私の考え方、頭の中で行われてることだったんですけど、今はなんかパッと出てくる。一回日本語で考えなくてもパッと出てくることが多くなったので、前よりはですよ。はい。そこが良かったなーっていうふうに思います。はい。で、やっぱりですね、日本人とかアジアの人って書いたりね、文法を覚えるのが得意な人が多いんですけど、実際にね、スピーキングするっていうことが苦手意識持ってるっていう人が多いと思うんですよ。で、私もそうで、こっちに来る前にですね、半年ぐらいかな、オンライン英会話をやってたんです。はい。で、オンライン英会話ってちょいちょい私やってたんですよ、今まで。高校生の時もやってたし、あと、全然アイルランドワーホリ来るって決まってない時とかも、会社の福利厚生で、何かが受講できるみたいなのがあって、それで私は英会話を選んで受講したりとかしてて、で、アイルランドに来る前にも半年ぐらいオンライン英会話をやってたので、
全くその英会話やってなかったっていう人よりは、喋れたのかもしれないですけど、はい。やっぱりそれでもね、英会話を、週に1時間とかやるとかいうよりも、やっぱりもう24時間ずっと英語しか喋れないっていう環境にいるわけなので、英語を話すことに慣れてきますよねっていう感じです。それが良かったことですね。これが4つ目でした。はい。で、次、5つ目。5つ目が、自然に癒されるっていうことです。はい。アイルランドですね。エメラルドの島って言われてるぐらい緑が多いんですよ。はい。で、それも私、アイルランドにワーホリ行きたいって思った理由の一つなんですけど、やっぱり自然が多いし、綺麗なんですよね。はい。で、公園とかもなんか至るところにあるし、大きな公園とかも多いんですよ。はい。だから近所のね、こういう風に、今日も近所の公園で撮影してますけど、ふらーっと来て、なんかブラブラ歩いたりとかして、自然に触れるっていうことがすごく簡単にね、できますし、で、ちょっとね、遠出というか、電車とかに乗ればね、ホースとか、さっきのブレイとか、あと、いろいろね、ウィックロとか、本当に北アイルランドとか、あと、あれですよ。クリフスオブモハ。クリフスオブモハ。はい。すごく有名なところですけど、あそこもね、本当に綺麗でした。私が行った時は、天気も良くって、はい、本当に綺麗でしたね。で、もともとそういう自然とか、海とか、木とか、なんかそういうのがもともと好きなんですよ。はい。だからもともとね、公園に行ったりとか、なんかお花見しに行ったりとか、日本でもそういうのやってたんですけど、なんかアイルランドの方がすごく気軽にできる。どこに行っても公園があるし、緑が多いので、もうなんかちょっと自然に触れたいなと思ったら、ふらーっとすぐ行けちゃうっていうのが良かったです。もう本当に癒されますね。なので、自然が好きだよっていう人、いいと思います。アイルランドに来るの。はい。で、これが5つ目でした。はい。で、6つ目。6つ目が、私、海外でも一人で暮らしていけるんだっていう自信がついた。自信がついたっていうことです。やっぱりね、一番最初に夢が叶ったって言ったんですけど、そう、なんか、海外で暮らしてみたいなっていう憧れが、なぜかずっとあって、で、憧れとともに、なんか自分を試してみたいみたいな。自分が住み慣れた日本じゃなくって、なんかもう全然違う環境に身を置いて、自分がそれでやっていけるのかっていう、試してみたかったっていうのもあったんですよ。で、実際にね、1年くらい今、外国にいるわけで、それで、いろいろ大変なこともありましたけど、こうやって、やってこれたっていうのが本当に、運が良かったなっていうこともありますし、周りの人に恵まれたし、本当に親切にしてくださった方々に本当に感謝だし、そういうのもね、あるんですけど、やってこれたなっていう自信がつきました。はい。これ本当に良かったですね。はい。で、そうですね、ワーホリに来るっていうこと自体、全く迷いはなかったんですけど、もしね、ワーホリ行きたいけどどうしようって思ってる人がいたら、ぜひ行ってみるのがいいんじゃないかなって私は思います。はい。で、そうですね。私、学生の頃から、海外に行きたいっていうのがあって、でも、なぜか、すぐには行かなかったんですよね。すぐには行かずに、就職、みんなと同じ時期に就活始めて、
就職して、で、なんだろう、ワーホリにいつか行きたいなーっていうのはずっと頭の中にありつつ、なんでしょうね。なんか日々をなんとなく過ごしていたっていう感じだったんですよね。なんか就職してみたら、なんだろうな。まあ仕事、なんだろう。せっかくこの会社に入社したんだったら、この会社でしかできないこと、経験してみたいな、みたいな感じで、なんかこれを経験したらやめようとか思いつつ、でもなんか次のステージに進んだら、じゃあ今度はこれを経験したら会社を辞めようとか、そういう風になっていて、なんかちょっとずつそういうの、なんかなんだろうな、今辞めたらちょっともったいないかなみたいな気持ちになって、結局、6年近くですね、その会社に勤めて、でそれを辞めてこっちに来たんですけど、もう私ワーホリ行くぞって決めた時にはもう全然迷いはなかったです。でね、なんかそういう話をすると、勤めてた会社を辞めて、その海外に行くっていう決断をしたっていうのがすごいねみたいなことを言ってくださった方が何人かいたんですね。だって決断力があってすごいねとか言ってくださった方が何人かいたんですけど、私にとってみたら、なんだろう、仕事がなんかキリが良かったわけではないんですけど、私の心の中でキリが良かったというか、今ここで辞めて悔いがないなっていう状態で仕事を辞めたので、でもうワーホリ行くぞっていう感じだったので、そこに関してね、なんか迷い、なんか葛藤とかがあったわけではないし、なんか頑張って決断したっていうわけでもなかったので、なんだろうな、なんか人それぞれなんか置かれてる状況によってありますよね。多分。ワーホリ行きたいけど、でもどうしようとか。多分あると思います。けどね、迷ってる人が、もしこれ見てくれてるんだったら、ぜひ行ってみるのがいいんじゃないかなと私は思います。はい。楽しかったですね。すごく1年間。まだ1ヶ月あるんですけど、まだ。はい。で、一応ね、もう一つ7個目として入れといたんですけど、めちゃめちゃ若く見られます。はい。これは良かったことというか、なんだろう、人によっては、そう、若く見られて嬉しいっていう人にとっては嬉しいことだろうし、でもね、ちょっと困ることもあって、やっぱりね、お酒を飲む場だと、年賀されます。アジア人の人ね、ほとんど経験されるかなと思うんですけど、やっぱり年賀をされるのでね、パスポートとか、そういう年賀できるものを持ち歩いておかないとダメです。お酒を飲むときはですよ。で、私一回ですね、お酒を売ってもらえないことがあったんですよ。パスポートを持ってなくて。はい。で、それは、なんだろう。大体私でもパスポート持ち歩いてなくって、いつもIRP っていう外国人登録を、必要になるんですけど、その外国人登録した時のそのカードを持ち歩いてるんですね。で、そこに生年月日も載ってるので、年賀される時はそれをいつも見せてました。はい。なんですけど、スーパーでね、一回そのお酒を買おうとした時に、その IRP では証明書として不十分だよみたいなことを、言われたことがあったんですよ。はい。で、その店員さんはね、なんか堅物というか、そういう人で、その人にだけですね、今のところ IRP ではダメだよって言われたのは1回しかないですけど、そう、その時ね、本当にもう焦りました。今日お酒がもう飲みたいのにみたいな。そう、その時友達とね、旅行に行ってたんですよ。リムニックっていうね、アイルランドの中のリムニックっていう都市にね、行ってたんですよ。で、ハロウィンの時期で、ハロウィンのそのパレードを見に行ってたんですね。で、パレード見終わって、
ホテルに戻る前にちょっとスーパーに寄って、お酒とかおつまみとか買って、で、部屋で飲もうって友達とね、言って、で、二人でレジに並んでやってたら、じゃあ年額お願いしますって言われて、で、友達はスパニッシュで、スペイン人なので、ヨーロッパユニオンの、国の人なんですよ。で、何かちょっと多分違うんですね。IRP のカードが。で、その人は年額それで OK だったけど、私の IRP のカードではダメって言われて、でもそれだったらそのスパニッシュの人に、お酒を売るっていう体で売ってくれたらいいじゃないですか。でもなんかそれはできないって言われて、でもいろいろ言ってたんですけど、結局じゃあもう、バスのね、最終時間が迫ってたんですよ。ホテルに戻るまでのバスが。じゃあもうとりあえずお酒なしでお会計終わらせるかって言って、お会計しました。で、バス停まで行ったら、そのパレードの影響で、バスが遅れてると。で、そのスパニッシュの友達が、じゃあちょっと私今一人でまたスーパー戻ってお酒買ってくるよって言ってくれたんですね。はい。で、それで違うレジに並んで、さっきの堅物のところじゃないところ並んで、お酒を買ってきてくれました。で、バスにも間に合いました。でね、もう本当にね、嬉しかったです、その時は。そう、だから、それはハッピーエンドだったからよかったんですよ。はい。でも、そういう風にね、IRP っていうのは、そのアイルランドに住んでいいですよとか、アイルランドで仕事をしていいですよっていうパーミッションとしてのカードみたいなんですよね。で、そのレジの人が言うには、その生年月日の確実性を証明するものではないので、その年額の書類としては不十分ですよっていうことだったんですよ。はい。なのでね、まあ旅行とか、ワーホリとかね、来る方、お酒今日は絶対飲むぞっていう人は、パスポートをね、持ち歩いてください。はい。っていうことです。そう。でもそう、若く見えるってね、どうですか？皆さん嬉しいですか？だって年額されるってことは、10代と間違われるっていうことですよ。私はですね、ちょっとショックというか、心外ですね、どちらかというと。そう、嬉しいとあんまり思わなくて、そんなに幼いかなっていう感じに捉えちゃいます。まあちょっとね、元々のコンプレックスというか、なんか全然貫禄がついてこないなっていうね、ちょっとしたコンプレックスがあるので、人生経験が浅いので仕方ないですね。ちゃんと、人生経験がある人っていうのは多分、人相としてね、見た目にも現れるんじゃないですか？それが、私にはないということですね。はい。ちょっと話がそれましたけども、一応入れときました。7つ目に若く見られる。はい。これが最後です。ここまでが良かったことですね。で、次が大変だったことをお話ししていきます。で、大変だったことをまず一つ目。手続き系ですね。手続き系。もともと私がですね、手続き苦手っていうのもあるかとは思うんですけど、はーい。Hi, how are you? ワンちゃんが来てくれた。ワンちゃんが。そう、公園をね、ブラブラしてるとこういういいことがあります。そう、ワンちゃんがね、戯れてくれるっていう、ことがありますね。はい。じゃあ、なんだっけ。手続き系、そう。まずさっき言った、その IRP っていう外国人登録なんですけど、これはですね、アイルランドに来て3ヶ月以上滞在するっていう人は絶対必要なものなんですね。はい。で、これ私の場合は、語学学校でその IRP を取得する予約をしてくれるっていうサービスがあったので、語学学校の方で予約を取ってもらったんですけどね。私が来た時は電話予約しかなかったんですよ。はい。で、今はオンライン予約ができるみたいです。はい。でも私の時は電話予約だったので、で、ちょっとね、厳しいじゃないですか。電話で英語で予約を取るっていうのがね、ちょっと私にはね、厳しかったんですね、最初。なの
ので、すごい助かりました。その語学学校で取ってくれたっていうのは。はい。で、その予約を取ってくれたのが、私が入国して3週間後ぐらいだったんですね、予約取れたのが。で、それをですね、なんと、すっぽかしてしまいました、私は。はい。完全に忘れてたんですね。はい。で、まあ、その予約を取った日っていうのがですね、私、友達と、飲みに出かけてたんですね。で全然、分かってなくって、思い出せなくって、ちゃんとスケジュール帳とかに書いてたんですけど、そう。で、次の日ですね、なんかふーっと、そのスケジュール帳を見たら、あれ昨日のところに、その IRP って書いてあるぞってなって、これすっぽかしちゃったよってなって、で、語学学校に行ってですね、すいません、私、IRP すっぽかしちゃいました。昨日だったのに行くの忘れちゃいましたっていう話をして、で、予約取り直ししてくれませんかっていうことをね、言ったんですけど、なんかジムの人忙しそうにしてたんですね、その時。で、ちょっと今忙しいから後で来てみたいな風に言われて、で、その後、放課後にまた行ったんですけど、なんかまた忙しそうにしてて、結局やってくれなかったんですよ。でも仕方ないと思って自分で予約取ろうと思って電話したら、なんかあなたの英語わけわかんないから、誰かに助け求めてまた連絡してみたいなこと言われちゃって、切られたんですよ、電話を。と思って。で、それ困ってたら、友達の友達みたいな人がですね、手伝ってくれて、その人が電話かけてくれて、予約を取り直ししてもらいました。で、それが、その電話した1週間後ぐらいだったかなに、予約取れて、で、取得したっていうのがありますね。で、なんか、3月に来たっていう人から聞いたら、なんかもうギリギリ予約取れたのが2、3ヶ月後とか言ってて、そう、だから、入国して3ヶ月以内に取得しなきゃいけないものなのに、予約取れたのがその、ね、2ヶ月後、3ヶ月後とかになっちゃうとね、結構ギリギリですよね。なので、そういう人はね、絶対すっぽかししないでください。そもそもすっぽかしなんてね、なんでしたんだろうっていう感じですけどね。はい。そう。でね、一つ目はこれですよ。で、PPS ナンバーっていうのも必要になります。働く人はね、必要になります。はい。で、これはですね、普通だったら、仕事を見つけた後ですね、職場のマネージャーさんとかに、PPS ナンバーを取得するために、何かくださいみたいなことを言って、それをもとに申請するものなんですね。なんですけど、なんか私、仕事探しをする前に、PPS ナンバーを持ってる人じゃないと、仕事探しちょっと難しいかもしれないみたいなことを小耳に挟んだので、ちょっと仕事を見つける前に PPS ナンバー取得してみるかって思って、運転免許が欲しいみたいな、名目で PPS ナンバーを取得しておきました。はい。で、これ PPS ナンバー最初に申し込んでから5週間かかりましたね。数えたんですけど。はい、5週間かかりました。なので結構ね、時間かかると思っておいた方がいいと思いますね。はい。で、あと銀行口座の開設です。で、これも私なぜだか知らないけど、1ヶ月かかっちゃったんですよ、これ。はい。で、なんか他の人に聞いたら、なんかネットですぐ作れたって言ってる人いたんですけど、これなんでなんですか？私が作った銀行が、バンクオブアイルランドですね。バンクオブアイルランドで作りました。はい。BOI っていうところで作りましたね。はい。で、これ最初にですね、AIB っていうところの方が主流なのかな？多分。そっちの方が、銀行口座持ってる人多いと思うんですけど、最初私そっちに行ったらですね、なんか次の予約1ヶ月後だよみたいなことを言われて、って思って1ヶ月も待つのかと思って、じゃあいいやと思って別のとこ行こうって言って、バンクオブアイルランドに行ったんですね、最初。
で、これなんでなのかな、なんか1ヶ月もかかっちゃったんですよ。で、しかも5回ぐらい通いました、そこ。銀行に。ちょっとなんか眩しいのでね、さっきから顔が変かもしれないですけど、さっきからというかもう最初から、はい、眩しいだけです。そう、曇りの日でなんか眩しいですね。はい、というね、感じなんですよ。そうで、多分なんですけど、最初なんか学生ですかっていうのを聞かれて、で、語学学校に通ってたので、はい、学生です、みたいな感じで、そしたら学校からの推薦状が必要ですよ、みたいなことを言われて、なので、それをもらって、学校から。で、また行きました。で、多分、なんか普通の講座じゃなくって、学生用講座みたいなのがあるのかな。で、そっちで申請をさせられたんですね。別にこっちから何も言ってないですよ。学生用講座が欲しいとか言ってないですよ。でも多分そういう学生枠みたいなので申請されたんですね。で、そしたら、なんか申請が通りませんでしたみたいなことを言われて、え？と思って、で、結局その学生枠じゃなくて普通枠で、なんか、申請でいいですかみたいな風に言われたんですよね、多分。で、まあ、申請をして、やっと講座作れたっていうような感じです。はい。でね、レボリュートっていうね、そのアプリの銀行もあるんですけど、まあ、それでね、いい人は、それだけ持ってればいいっていう人はいいかもしれないですけど、なんか私の場合は違かったので、そう、お給料の振込先がね、なんかレボリュートではダメみたいなことだったので、まあ、銀行口座はね、私は必要でした。はい。でね、ワイズ？もともと私ワイズっていうのは持ってたんですよ。その、お金をそのワイズに入れて、で、外貨両替がそのアプリの中でできるっていう。手数料も安くて済むっていうのがあったんですけど、まあ、ほぼレボリュートもそれと一緒ですね。それと一緒なんですけど、まあ、ヨーロッパの人ってレボリュートしか多分持ってないですね。ワイズ持ってないですね。なので、なんか友達同士でね、こう、一緒にご飯食べて、じゃあ私立て替えとくよ、みたいな感じで、じゃあ後からレボリュートの送るねっていう感じのことが結構多いんですけど、そう、ワイズを持ってない人が多いので、そう、割り勘とかするときのために、まあ、レボリュートも必要ですねっていう感じでした。ね。なので、まあ、それも、取っといたらいいんじゃないですかね。来る前にね。はい。で、そうですね。あと、まあ、手続きというか申請系で言うと、はい。で、初めてアイルランド国内で仕事が決まりましたっていう人はですね、なんか申請をしなきゃいけないんですよ。ネット上で。なんだったかな。アベニューか。アベニューっていうサイトだったと思いますけど、なんかそこで申請をしないといけないんですよね。で、PPS ナンバーを取得してる人だったら、もうそこには登録してるはずなんですけど、そう、仕事見つかりましたってなったら、それを申請しないと、エマージェンシータックスっていうのがお給料に、かけられちゃうんですよね。それで、まあ、なんか無駄に税金引かれちゃってお給料もらえないっていう状態になっちゃうので、仕事が見つかったらそれを申請しましょうっていうことなんです。はい。そのエマージェンシータックスで引かれちゃった分っていうのは、後からね、その仕事見つかりましたっていう申請をすれば全額戻ってきますので、それは安心してください。ただ、手元にね、お給料入ってくる分がちょっと少なくなっちゃうので、ちょっと困るよっていうことです。申請をすればちゃんと戻ってきます。はい。っていうことですね。ここまでが手続き系の話です。はい。で、大変だったこと2つ目。これが家探しですね。はい。まあ、みんなこれ直面することだとは思うんですけど、ワーホリで来た人は。はい。家探し。で、大体の人はシェアハウスに住むんじゃないかなって思うんですけどね。私もシェアハウスに住んでます。はい。で、最初のその語学学校に通ってた3ヶ月間は、ホームステイをしてました。語学学校を介して、ホームステイ先を紹介してもらうっていうような、感じで住んでました。で、語学学校が3ヶ月間だったので、
ホームステイも3ヶ月間だけっていう契約。それを過ぎたらもう出ていかないといけないっていう感じだったので、家探しを、語学学校卒業の1ヶ月前くらいから始めたのかな、確か。はい。をしてました。で、私が使ったのがですね、ミックスビーっていうサイトと、あと Facebook のアイルランドの家のサイトと、あとバンドっていうコミュニティアプリの中にある日本人コミュニティですね。それを使って探してました。で、いろんなところにですね、ビューイングお願いしますみたいな感じで、内見ですね。内見お願いしますっていうような感じで送ってはいたんですけど、全然返事が来ないんですよ。はい。だからもう送りまくって、で、やっと返事来たと思ったら、なんか結構ね、やっぱり家を探してる人っていうのがいっぱいいるので、こっちの立場っていうのが、低いです、かなり。なので、大家さんがね、じゃあ、何日の何時からビューイング来れますかみたいな。はい、ピンポイントで送ってくるんですよ。で、その日ちょっと私無理だなと思って、別日でお願いできませんかとか言うと、返事が返ってこなかったりするんですよ。はい。で、なのでね、結構、立場が低いです。はい。で、いろいろ送って、帰ってきたのが結局2件かな、私が。2件で、1件目は、何月何日何時から来れるって言われて、私、何の用事があったのか忘れたけど、行けなかったんで、別日でお願いできませんかって言ったら返事が来なくなっちゃいました。はい。っていうのと、もう1件が、今住んでるところですね。はい。もう1件が、めちゃくちゃ返事遅かったですね。私が送ってから1週間、2週間後ぐらいに返事が来て、で、しかもいきなりだったんですよ。もしまだ決まってなかったら今日の夜ビューイング来れないみたいな感じで、今日って思ったけど、予定なかったのでね、行きました。はい。で、ビューイングして、そのままもう、ここに住みたいんですけど、みたいな感じで言って、じゃあちょっと、確認します、みたいな感じで、で、次の日かな連絡が来て、じゃああなたに決めましたと。住んでくださいみたいな感じの連絡が来て住めることになりました。で、結局そうですね、3週間から1ヶ月くらいかかったのかな探し始めてから。はい。家探しはでも大体そのくらいだって聞きますね。探し始めて1ヶ月くらいで、見つかることがほとんどみたいですね、皆さん。はい。それが2つ目です。で、3つ目が仕事探しです。はい。これも皆さん直面することですね。で、前回の、Vlog の方でも仕事探しについては詳しく言ってるので、そちらもね、よかったら見てほしいなと思います。で、はい。仕事探しに使ったサイトが、一番がですね、歩き回ってお店に自分でね、配りまくった、CV を配りまくったっていうのは、これが一番です、私は。はい。で、サイトで使ったのが、Indeed と、Jobs.ie っていうやつ、Jobs.ie でいいのかなと、あとさっきのバンドの日本人コミュニティの中で、仕事探しの、コミュニティもあるので、そういったところも、見てましたね。はい。あとはもう、直接、カフェだったらカフェとか、いろんなお店だったらお店の、ホームページみたいなところから、リクルートっていうの、仕事の応募みたいなページがあったりするので、そこに直接送ったりとか、そういう感じで探してましたね。もう100件以上やったと思います。はい。そうですね。で、それで仕事探しも私は1ヶ月くらいで見つかりましたね。っていう感じです。これはね、もうやっぱり家探し、仕事探しは、くじけないっていうことですよね。やっぱり。で、あとはもう印象をできるだけ良くするっていう。自分の印象を相手に与える印象をですね、良くするっていうことかなーって思いますね、私は。
それはまあなんでかっていうと、家探しの時ね、あなたに決めますって言ってくれた時っていうのは、まあなんかあなたはなんかほんわかした雰囲気でなんか他のハウスメイトともうまくやっていけそうな感じがしたから、あなたに決めましたみたいなね、ことを言ってもらったんですよ。それで決めてもらったっていうのもあるし、まあ、実際私別にほんわかした人間ではないですよ。だし、なんかほんわかしてて穏やかそうな方だったので決めましたってね。まあ、その人日本人だったら日本語で言われました。で、別に私ほんわかもしてないし、穏やかな人間でも特にないと思いますけど、まあ、その人にね、そういう印象を持ってもらえたんだったらね、まあ、良かったなっていう感じですよ。はい。で、仕事探しの時も、まあ、これは後から、仕事決まって何ヶ月か経った後で、なんかね、マネージャーさんから急にふと言われたんですけど、そう。なんか、面接の時に、笑顔がすごくいいなと思って、雇ったんだ、みたいなことを言ってくれて、そう。だからやっぱり第一印象って大事ですよね。その笑顔とか、雰囲気とかね。なので、なるべく、いい印象を持ってもらうっていう、まあ、これ別にワーホリに限ったことじゃないと思いますけど、まあ、くじけない心と、その、相手にいい印象を持ってもらうっていうところがポイントなのかなって思います。まあ、スキルとかね、今までの経験とかもちろんあるとは思いますけども、はい、かなと思います。うん。で、大変だったことを4つ目。これは英語ですね、やっぱり。はい。で、もともと私英語、英語力そんなに高い状態で来たわけではなかったので。うん。ですね。で、特にですね、アイリッシュの方々の英語っていうのは難しいです。はい。アイリッシュ訛りがあるし、あと、早口なんですよね。めちゃくちゃ早口なんですよ、皆さん。はい。で、早口で訛りがあるので難しいっていう感じですね。はい。で、私がよくですね、聞き間違いしてたのは、カフェで働いてるのでね、オーダーを取るんですけれども、a cup of tea っていうのが、カプチーノって聞こえちゃうんですよ、なんか。まあ、これはね、私の、リスニング力の問題でもあるんですけれども、めちゃくちゃ早口なので、a cup of tea っていうのが、カプチーノに聞こえちゃうんですよ。で、それで、間違えたっていうことが何回かありましたね。はい。まあそうですね。だから何かしら書類を読むにしても全部英語だし、当たり前ですけど。で、なんかレストラン入ってメニューとか見ても全部英語だしね。まあ、なのでまあ、それが当たり前なんですけれども、やっぱり、ちょっと生活していく上で、まあ、大変だったなーっていう感じです。はい。で、大変だったこと5つ目。これが、日本文化が恋しいということです。はい。これも当たり前ですね。で、まあ、分かった上で来てます。ここは外国ですので、日本とは違うっていうのを分かった上で来ています。けれども、やっぱり恋しいんですね。特にね、私が感じたのが、お風呂に浸かりたい。もう、っていう風に、もう思ってたし、あとですね、日本食日本のご飯が食べたいっていう、アジア系マーケットに売ってるんですよ、日本のお米。だけどやっぱり高い。私が1回だけ買ったんですけど、それは、1キロで7ユーロだったかな。1キロで7ユーロだったと思うんですけど、違かったらちょっとすいません。高ーと思って。なんか、7ユーロっていうのは1000円ちょいぐらいか1200円、1100円とかそのぐらいですよね。そう。でも最近ね、日本のレート悪いのでね、日本円に換算するともうちょっと高いかと思いますけど、その時点では、1100円、200円とか違うかなさすがに高いか、7ユーロは。ち
ちょっとすいません。これは忘れました。けど、とにかく高いです。はい。で、もう、あとね、納豆が食べたい、とにかく。で納豆も売ってるんですけど、違う、味が。そう。で、なんか異常にですね、賞味期限が長いんですよ。だから、やっぱり違うんですね、ちょっと。っていう感じでした。はい。そう、もう本当にね、納豆が食べたい。私、大体もう日本に行った時は、納豆卵かけご飯が朝ごはんだったんですよ。大体毎日。そう、だから急にね、毎日食べてたものが急になくなるっていうのがね、そう、卵かけご飯も食べれないじゃないですか、外国の卵って。生で食べれないんですよね。そう、美味しかったですね。雨降ってきちゃった。雨が降ってきちゃいました。ちょっとね、今お菓子食べたんで、なんか詰まってたらすいません、歯に。じゃあ、次が、自分の中で変化したことですね。はい。じゃあ、まず一つ目。これが自信がついたっていうこと。で、これさっきも話したんで、一緒ですね。さっき良かったことの中で、自分は海外で暮らしていけるんだっていう自信がつきましたっていう話したんですけど、同じことです。はい。で、二つ目。休日2、3日あれば海外旅行に行けるので、アクティブになった。はい。これもね、良かったことで話したこととちょっと、同じなんですけど、そうですね。まあ、日本にいた時からね、結構、なんだろう。まあ、外出するのとか好きだし、家にいるのも好きだし、インドアもアウトドアも好きっていう感じなんですけど、まあ、なんか、アイルランドに来て、アウトドアが増えたかなーって感じがします。はい。やっぱり、すぐに海外というかいろんな国に行けちゃうっていうのがね、本当にめちゃくちゃ嬉しいことなので、私にとっては。旅行好きとしては。はい。なので、2日休みある。じゃあ、次どっか行こうみたいな。3日休みある。どっか行こうみたいな感じになって、結構外出することが多くなったかな、日本にいる時より。日本だったらね、2日休みあっても、まあなんだろう、国内だったらいけるけど、海外旅行行こうとはならないじゃないですか、なかなか。2日だけで。だからそういう意味で、なんかアクティブになって、そこが変化したところかなと思います。はい。で、3つ目。気楽さが私に合うなっていう感じ。そうですね。自分の中で、もうちょっと私気楽にしてていいんだ、みたいな。感じに思うようになりました。なんか日本にいた時は、やっぱり仕事するってなるとなんかすごいプレッシャーとか、これいつまでに覚えなきゃとか、なんかいろいろあった。まあそれも職種にもよるだろうけども、日本でやってたこととね、今カフェで働いてるっていうのはなんか全然違うので、それもあるとは思うんですけれども、なんだろう。結構ね、みんな遅刻してきたりするんですよ。語学学校にいた時も、午前授業と午後授業で2時間というのかな、2つ授業があったんですけど、午前授業に毎回遅れてくる人がいたんですよ。で、その間にお昼休憩があって、その後午後授業になるんですけど、毎日午後授業しか出てこないじゃん、この人っていう人がいたんですよ。でもね、まあ別に誰も咎めないしね。で、語学学校なので、普通の義務教育の学校とは違うのでね、自分でお金を払って行ってるところなので、まあ誰かに怒られるっていうのはないっていうのはわかりますけども、でもあなたそれでいいのって感じでしたね、私からすると。そう。高いお金払って、語学学校通って、で、普通だったら2つ授業受けれるはずなのに、あなた1つしか受けないでみんなと同じお金払ってそれでいいのっていう感じでしたね。はい。まあでも、結構遅刻してくる人多かったですね。アジア人以外の人は、
結構遅刻してましたね。はい。で、仕事でも結構遅刻してくる人がいます。はい。います。で、その人が遅刻してくるせいで、人が足りなくってめちゃくちゃ忙しいのに、もうなんか大変みたいなことになるんですけれども、そんなにその人は咎められないんですよ。そんなに咎められないんですよ、その人。なんでって思うけど。まあでも私が遅れた時も、たまにね、5分くらい遅れちゃう時ありますよ。でも、全然咎められないです。まあ、それどころか、まあ私大体時間通りに行くので、まあ普通なんですけどね。あなたが遅れるなんて珍しいね、みたいな感じで言われたりします。だからそんな感じの、なんか気楽な感じが合ってますね、私には。と思います。あと、4つ目。みんな人のことをよく褒めるので、私もなんか褒めるようになったっていうことです。まあ、私多分ですね、もともと日本にいた時から友達に対してはね、結構褒めること多かったと思うんですよ。髪切ったの似合うねとか、その服いいねとか、結構ね、まあ、言うこと多かったと思うんですけど、アイルランドに来たらですね、みんな知らない人のことも褒めます。あなたそのパンツいいねとか、パンツってズボンのことですよ。で、とか、あなたの笑顔いいねとか、あなたの笑顔好きとかね、言ってくれるんですよ、みんな知らない人なのに。で、なんか日本だったら、もし知らない人からね、あなたの笑顔いいですねとか言われたら、みたいな、ちょっと警戒というか、なんかしちゃいませんかっていう感じなんですけど、みんなね、褒めるんですよね。なんかそれがね、すごくいいなーって思いました。だし、あとなんか、日本だったら、まあやって当たり前のことだけど、なんか、こっちだとそれが当たり前と捉えられなくって、あなたそんなことするなんて素晴らしいねみたいな風に言ってもらえるっていうことがね、何回かありました。その時間通りね、出勤するとかそういうこともそうだし、まあ、日本だったら当たり前じゃないですか。逆に時間守らない人何っていう感じですけど、とかね、あと仕事中なんか暇な時間があったりするじゃないですか。ちょっとお客さん少なくてやることないなとか、そういう時に、まあなんかちょっとね、汚れてるとこ見つけて、なんか掃除するとか、なんかやっとくみたいな。日本人だったらそれが普通じゃないですか。ちょっとなんか、ね、今用意できるもの用意しとくとかね。でもなんか、それをやるだけで、なんか日本人の人たちって、自分の仕事に誇りを持ってやってて素晴らしいよねとか言ってくれたりとかするんですよ。で、その職場、そのマネージャーさんですね。日本人のことを雇ったことがなくて、私が初めての日本人だったんですけど、で、私が入った数ヶ月後に日本人の人がもう一人入ったんですね。で、それはそのマネージャーさんが言うには、私を見て、日本人ってなんかすごいちゃんと仕事してくれるみたいなことを感じて、だからもう一人日本人を雇ったんだよみたいなことを言ってくれて、嬉しかったです。それ言ってもらって。そう、だからそのマネージャーさんにとっては、私がね、なんか日本人代表というか、日本人ってこういう人ですみたいな、そのいいイメージを与えることができて、でしかももう一人のその日本人のこの就活の手助けができたというか、そうだなぁと思って嬉しかったですね。そうだから日本ではなんか別に褒められるようなことをしたわけではないのに、なんかそういう風に、素晴らしいと思ってくれた、っていうのがあってすごく嬉しかったです。はい。で、自分の中で変化したこと5つ目。これが、非日常が日常になった。って
っていうことですね。これは別にいいとか悪いとかではないんですけど、最初ね、こっちに来て1ヶ月、2ヶ月とかって、もう朝起きて、ここは海外だ。日本ではない。みたいな。で、外に出て、この風景、この街並み、この家、もう全部がなんかヨーロッパというか、日本とは違う海外だみたいなのをね、毎日毎日感じてたんですけれども、1ヶ月もすると慣れてくるんですね。で、毎日毎日ね、学校に通う、それが日常になって、その後、仕事に行く、それがだんだん日常になって、もう今自分がここにいることが日常なんですね。非日常ではないんですね。はい。で、逆になんか日本っぽいものを見かけたりとか、日本食食べたりとか、それが非日常に感じられるようになりました。はい。そうですね。なので逆にその日本文化っぽいものを見たときになんか嬉しい気持ちになるんですよ。なんかどっか行ったら、なんかもみじとかね、日本庭園風なものがあったとか、とかね、なんか日本語で何か看板というか日本語でなんか書かれてるものがあるとかね、そういうのを見ると、日本語だとかね、なんかそういう風に嬉しくなるようになりました。なのでこの5つかなが自分の中で変化したことでした。最後に今後の目標についてね、お話ししたいと思います。で、一番最初の Vlog の動画でIELTS に挑戦したいですみたいな話をしたんですけれども、結局挑戦しなかったです。なんか仕事始めてみたらですね、仕事もあるし、仕事した後疲れてるし、あと言い訳なんですけどね、ボイトレにちょっと力を入れてたというか、頑張ってたんですね、私。はい。歌の練習をしたりだとか、そのために必要な筋トレをしたりだとか、日本でね、私にボイトレをしてくれてる先生がオンラインでも今、レッスンをつけてくれてるので、今もね、同じ先生にボイトレをしてもらってるんですよ。アイルランドにいても。なので、それにちょっと力を入れてたっていうのもあって、カリカリ勉強するっていうようなことはしてませんでした。はい。言い訳ですけれども。でね、IELTS のスコア、何かしらに役立つかなーっていう感じではあるんですけれども、その IELTS のスコアを取った先のことがないというか、そう。で、語学学校にいた時に、周りの人たち IELTS 目指してる、なんか高得点目指してるっていう人がいっぱいいたんですけれども、そういう人たちってなんか大学の進学のために何点以上のスコアが必要だとか、あと会社で外資系なのかな、なんかそれで必要だとか、あると有利になるとかなのかな、なんかそういう目的があって IELTS のスコア、高得点を目指しているっていう人がいたんですけれども、私の場合別に今のところ IELTS のスコアがあったからといって何かが有利になるとか、そういうものがないので、ただ単になんかスコアを取ってみたいなーっていう、挑戦してみたいなーっていう気持ちだけなので、どうかなーっていうのはあります。でもせっかくね、今の私の人生の中で一番英語力が高い状態だとは思うので、せっかくならちょっと挑戦しておくかっていうのもありますけれども、安いものではないのでね、一回試験受けるにも数万円とかかかりますので、ちょっとまだわからないですね。はい。やれたらやるかな。そう言ってるやつはやらないですね。でもやれたらやるかなっていう感じで、目標の一つとしてね、入れておきます、一応。はい。で、目標2つ目、これがですね、ワーホリもう1カ国行きたいと思ってます、私、今。はい。で、やっぱり1年ぐらいね、いてみて、
もともとの私の夢としては年単位で外国住んでみたいっていうことで、それは、叶った、もうすぐ叶うというのかな。今11ヶ月前なのでなんですけれども、やっぱり1年ってね、過ごしてみると短いなっていう感じなんですよね。なので、もうちょっと、私の人生の中の1年だけ海外にいたってなっても、もうちょっといてもいいんじゃないかなって思って、もう1カ国挑戦しようっていうふうに思ってます。で、それはですね、私、手続き系苦手だっていう話をしたんですけれども、また手続きが必要になるんですよね、ワーホリもう1カ国行くってなると。で、本当はですね、もうちょっと早くから始めてたらよかったんですけど、ギリギリになってしまって、今、申請途中で、まだ申請に必要な書類が全て集まってはいないんですね。なので、ちょっと確定してないので、あんまり詳しいことは一応言わないでおきます。けど、それ、もう一カ国ね、挑戦して、また楽しくね、いろいろ経験したり、自分の自信がつくようなね、いろんな体験ができたらいいなというふうに思ってます。それが2つ目ですね。あと、3つ目として、これはワーホリと関係ないですけど、ボイトレに関してね、私の目標として、もうちょっと技術をね、磨いていきたいなっていうふうに思います。あと、経験をね、積んでいきたいなっていうふうに思ってます。はい。ですね。で、実はですね、夏にヨーロッパで、大きなイベントがあるんですけれども、それに参加しないかっていう風に言われてたんですよ。私言ってもらってたんですよ。で、それに参加するつもりでいろいろ練習とかを頑張ってたんですね。なんですけれども、結局出ることができないっていうことになってしまいました。はい。で、それはなんでかっていうと、私の経験不足とか技術不足とか、どうやってマネタイズするんだっていうねことで引っかかってしまって、結局ね、出演はできないっていうことになってしまったんですけれども、そもそもね、私が出演できるかもって話になったこと自体がすごいことなんですよ。私の先生がすごい人なので、そういう話をね、持ちかけていただいたんですけれども、結局そのイベント側の方から私は出演できないということになってしまいました。残念だなって思ったんですけど、そりゃそうだよ、納得というかね、全然経験も足りないし技術も足りないし、そりゃそうだよなっていう風に納得しまして、ね、だからいろんな経験を積んでいきたいなっていう風に思ってます。いろいろね。あと、歌ってみた動画もね、ショートばっかりしかもう投稿してなくって、アイルランドに来てから1曲丸々をカバーするとか、そういう動画を出せてないんですよね。なので、ちゃんとね、やりたいなと思います。はい。っていうのが今後の目標です。私の目標ですね。ワーホリのまとめ、こんな感じでした。結局ですね、あんまりアイルランドワーホリに関して出せなかったんですけれども、何かしらの動画がね、一つのエンタメとして誰かに楽しんでもらったりとか、誰かの参考になったりしたら嬉しいです。で、いろんな国に旅行行ったっていう話したんですけれども、インスタの方でね、いろいろ投稿してます。で、ヨーロッパ旅行のね、参考にもなればいいかなっていう気持ちがあって投稿してるっていうところもあるので、いろいろね、行った場所のタグ付けだとか、行ったお店の名前をね、その文章のところに入れたりとか、いろいろ見やすいようにね、工夫してやってますので、よかったらね、ぜひ見てみてください。ヨーロッパ旅行の参考にもね、してみてください。お願いします。以上です。バイバーイ。